で、ここで大事なのが重曹ですね。重曹少し空気が入るように入れると本当にふわっと仕上がるので。はい、皆さんこんにちは。心斎橋の、中華春菜森本の森本でございます。本日は天津飯を作るということで、ふわとろ天津飯、誰でも簡単にできる、天津飯の作り方をお教えしますので、ご覧ください。本日のポイントは重曹と、水溶き片栗粉ですね。あとは卵を、本来なら天津飯っていうのは両面焼くんですけれども、両面焼いてったらちょっと硬くなっちゃうこともありますし、卵に乗っかりにくいっていうこともあるので、片面だけ焼くなんかオムレツのような感じの仕上がりにします。はい、では早速、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ガリ、甘酢のガリですね。甘酢のガリを細切りにします。これ最後の卵の天津飯の付け合わせの上に乗っけるやつです。はい、こういった感じの細切りで、卵ですね。卵を割っておきます。で、卵に味を入れていきます。まず塩少し入れます。下味ですね。天津飯はあんに味が入っているので、ここでは少しだけ味を入れます。で、砂糖少し。で、ここで大事なのが重曹ですね。重曹少し入れます。もうなぜ重曹を入れるかって言いますと、ベーキングパウダーみたいに卵がふっくら上がるっていうことと、でこちら水溶き片栗粉を少し入れます。この水溶き片栗粉を入れる、理由は、ドリップを防止するためです。柔らかく仕上げるので、柔らかく仕上げちゃったら後で水分が出てくるんですよね、卵に。なので、水溶き片栗粉を入れて加熱した時に漏れないように、片栗粉で止めるっていう動作です。あとはコク出しで生クリームをこれぐらい入れます。で、軽く混ぜます。空気が入るように入れると本当にふわっと仕上がるので、あんまり卵をこしたりするのも良くないので、こうやって卵をふわっと、これで準備 OK です。あとはあんですね。あんはこちらにガラスープを入れます。塩入れます。塩少し入れます。うまみ調味料を入れます。で、あとはオイスターソースですね。中国料理、これぐらいです。卵を焼く前に、あんを作っていた方が、卵が硬くならずにすぐ提供できるので、あんを先に作ります。で、ちょっと弱火にして片栗粉を入れます。
ちょい強い。強火の状態で、沸騰した状態で水溶き片栗粉を入れるとちょっとダマになってしまうことがありますので、弱火にしてから水溶き片栗粉を入れて、でとろみをつけると綺麗なあんが出来上がります。もう少しだけとろみをつけます。でとろみを置いといてと、卵を焼いていきます。こちらの100均で買ってきた小さいお一人用のフライパンですね。これがちょうどいい大きさになるんですよ。で油をちょっとこれぐらい、大さじ2杯ぐらいですかね、入れます。これに卵を入れます。で加熱していくところを中に入れていって、こんな感じです。スクランブルエッグを作るような感じで途中まで持っていくという感じですね。で、もう少しだけ手を入れます。ここまできたら最後に少しだけ油を周りにかけますと。油を周りにかけると剥ぎやすいので、このままをかけます。最後にガリ乗っけまして、はい、ふわとろ天津飯の出来上がりでございます。そうですね、これはやっぱり水溶き片栗粉の、力が塩味にすることによって、牡蠣の旨味とか香りがすごく前に出るようにシンプルに持ってきました。ありがとうございました。